コルトブーイエイというわけで、ろうそくに火をつけた状態でなぜか始まりましたけども、ここは犬鳴神社というところですね、はい、視聴者さんからなんかあれだよね、リクエストというか応募かけて、はい、怖い話をいくつかいただいてまして、はい、プラスココモちゃんがいくつか持ってるんでね、はい、聞いた話があります。この立ちながらちょっと立ち話をしたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず一つ目、焦った、ちょっと今倒れそうになった。勘弁してましたね。やばい大気の調子がでは、はい、まず一つ目、紹介させていただきます。りんりんさんからいただきました、はい、私はフィリピンと日本のハーフです、これは私が20代前半の頃、フィリピンにあるお母さんの実家に帰省していた時のお話で、私と高校生だった妹がほぼ同じ体験をした不思議なものです。その日の夜、台風がフィリピンを直撃していて、外は大荒れでした。私はフィリピンにいる時は怖いので必ず電気をつけてないと寝れません。自分たちが使っている部屋にはいとこ、私、妹、母の順で寝ていました、お母さんといとこは先に寝ていて、私と妹はちょっと携帯をいじってから寝ようと布団の中で起きていました、その時にふっと部屋が真っ暗になり停電になりました、フィリピンは一度停電になるとなかなか復旧しません。まして台風が直撃しているとなると朝になっても復旧するかも分かりません。そんな暗い部屋が怖くてブランケットを頭までかぶった時に、部屋のドア横の角に白い何かが一瞬見えましたが、直感で見たらダメだと思い、怖くて確認することができませんでした。すると妹にお姉ちゃん起きてる？と聞かれましたが、私は部屋の隅に見えた白い何かが恐ろしくて、いや寝てると言って無理やり寝ました。次の日妹に、停電した時に部屋の角に白い何かが見えて、よく見たら生首だった。しかもその生首ずっとお姉ちゃんを見てたと言われました。私は同じの見てたの？直感は合ってたんだとびっくりしました。いとこたちにその話をしたら、フィリピンに伝わる妖怪みたいなものがいると分かりました。何でも体と頭は別行動しているようで、それに見つかると亡くなってしまうと聞きました。もし本当だったとしたら、その妖怪に見つかっていたら私と妹は亡くなっていたのかもしれませんという話でした。りんりんさん、ありがとうございます。ありがとうございますうまいね、読み聞かせ。本当ですか？ありがとうございます。いるんですかね、そういう妖怪が本当にフィリピン。生首、生首、体と頭が別で行動している。じゃあもうこれ決定ですね。もうフィリピン行くしかないですね。部活のさんよろしくお願いします。お願いします2つ目、まさきじエンドさんからいただきました、怖い話を応募されていたので実体験を送らせていただきます。中学生の時に寝ていると、体育館くらいの広い部屋で周りがすべて真っ白い場所に椅子で座っていました。体感ですが数時間その場所にいました。1時間後どうした？何？なんかちょっと笑っちゃいました怖いんやけど大丈夫？わかんない。中学生くらいの時に寝ていると、体育館くらいの広い部屋で周りがすべて真っ白い場所に椅子で座っていました。体感ですがどうしたちょっと待って、怖いんやけどマジで。さっきまでちゃんと読めてた急にやばくない？相当面白い話なんやろ。いや全然面白くないですこれ。それはそれで失礼だ。違います面白いのが怖い。受けるわけじゃないってこと？そうです。ではかけ直します。これもほら来た。ほら赤ばっかあるよ。エンジンね。よっしゃ行こうか。中学生の時に寝ていると、体育館くらいの広い部屋で周りがすべて真っ白い場所に椅子で座っていました。体感ですが数時間その場所にいました。1時間ぐらいすると
真正面に自分と同じように座っている女の人がいるのが確認できました。また時間が過ぎるとだんだん女の人が前よりよく見えるようになってきました。その時気づいてしまったのですが、時間が経つにつれ部屋が小さくなっている感覚に気づきました。自分でもこれは夢だと思っているんですが、夢は覚めず半日くらいしたら目の前まで女の人が来てしまい、このままだと襲われると思ったら首を噛まれ、あまりの痛さに夢から覚めました。夢でよかった、怖い夢だったなと起き、朝食を食べようとリビングに向かうと、親がどうしたの？あんた変なことしてた？と意味もなく怒られました。親が鏡見てみなさいと話したので見てみると、首に歯型がついていましたっていう話です。夢が現実になったってこと？そうですね。そうですね。夢だと思ってたことが現実に起きていたっていうことですね。歯型だったら自分ではつけられないからね。確かに。そうですね。で届かないです普通の人でも無理だし、向こうさんだってより無理だと思う。確かに。ここからが自分の話。そうです。私がでも友達から聞いた話ですね。ほうほう。小学生の時にはい聞いた話なんですけど、同じ敷地内におばあちゃんの家とその私の友達の家族が住んでいる家があったんですけど、最初におばあちゃん家の2階になんか白い服を着た女の人の幽霊が出るって言われてたんですけど、ある日その私の友達といとこがおばあちゃん家の1階のリビングで寝ていたんですね。でこう襖閉まった状態でこう襖側に多分頭を向けて寝てた時に夜中に目が覚めたらしいんですよ、友達が。でパッて見ると襖が開いていて女の人が立っていたそうなんですね。で怖くなってその時はすぐ寝たんですけど、そしたらお母さんがお風呂に入ってた時に電気がバッて消されたらしいんですね。でお母さんが「誰？そんなふざけないで」みたいな感じで言ってるんですけど、誰も消してなくて、おかしいなっていう話になってたんですね、家族で。でお父さんがある日仕事から帰ってきた時にこうただいまって玄関を開けて靴を脱ごうとしていた時に、急にそこの玄関に置いてあった靴が、もうほんとダダ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 って靴だけが動き出して、それを見たお父さんがこれはさすがにやばいぞっていうことで、家族全員でお祓いをしに行ったらしいんですね。そしたらやっとその心霊の状態、その幽霊は出なくなったみたいです。タップダンス何それにしても暴れすぎよね。そうですね。お父さんが焦るぐらいなんで相当だと思います。もっとさポンポンとかさやればいいのにさ、ガタガタガタ激しめやね人ね。そうです。そういう幽霊さんもいるっていうことですね。そうですね。最後なんですはい、けど、最後ですか。これまず見せた方がいいですか？そうですね。向こうさん見せますか。じゃあ最初に変だなと思うとこ見つけてください。よく見ないと分かんないかもしれないです。あるはずのものがないんですよ。おお、すごいね。すごいですよね。これすごいね。ちなみに向こうさんどこかわかりますか？多分ね右のくるぶしがないですね。そうですね。その写真見て。そうです。足がないです。これはここもさんじゃない？これは私の母です。マジ？これ私の母です。母が伏見稲荷に行った時に、京都よね。そうです、友達に撮ってもらった写真なんですけど、で絶対その母は加工とかできるような人間じゃないんで、本当にちなみになんか一緒に行ってた、これを撮ってくれたお母さんの友達も写ったんですね、写真。私それ見たんですけど、なんかここら辺に男の人の顔があって、ここら辺から狐が映ってたんですけど、ちょっと良くないことがあったので、そのもう怖すぎて写真を消してしまったっていうことで、その写真はちょっと手元にないんですけど、私もしっかり見ました。いや怖くないこれ？撮れましたね。これガチじゃないですか。しかも普通に人で賑わってる時間なんで、これは確かに。引き続き、こういう触ってないの？えぐい。
キュート。うわ起きるんですよこういうのが。こう話してる間に通ったのかな、うんうんこうちょうど参道になってるからね、初です。初めてです。記念すべき。はい、というわけでここもちゃんにね、話をしていただきましたけども、今後もねこういうの、視聴者さんにね応募を募りまして、あとは、ここもちゃんもねいっぱいネタを持ってるらしいのでまだまだ写真があるらしいよね。実家にはあるらしいです。あるらしいですって、あなたのありますありますあります。ぜひ期待してください。もし話中に何か映ってたらコメントよろしくお願いします。お願いします。ここもちゃんツイッターやってます。ぜひフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。